皆さんこんにちは。今回も音の違いについて繰り返しいただくご質問ご意見にお答えします。ぜひ最後までご覧になってください。オーディオで原音再生は所詮無理というご意見です。原音再生というのは生の音を目の前に再現することではありません。レコードや CD などに記録された情報を色付けなく再生することです。忠実再生とも言います。これは周波数特性がフラットで歪みを十分小さくすることで達成できます。現代では小さな USB 機器で原音再生が可能です。抵抗負荷でアンプの音がわかるのでしょうかというご質問です。アンプはスピーカーをつないで聞くものだから抵抗負荷で測った結果は意味がないと考える方を見かけます。アンプの音は抵抗負荷で測るのが正しいです。スピーカーをつなぐと逆起電力が影響してスピーカーから出る音が変化してしまいます。これはスピーカーのインピダンスカーブで決まる音でアンプの音ではありません。インピダンスカーブの音はスピーカー固有の音です。インピダンスカーブの影響の受けにくさを表すスペックがダンピングファクターです。この話を聞いてもなおスピーカーを負荷にしないと意味がないと思う方は概要欄に紹介する動画をご覧になってください。音の比較に必要なパラメータはすべて解明されているのでしょうかというご質問です。オーディオ機器で音に関係するパラメータは周波数特性と歪みです。未解明のパラメータや未知の現象は存在しません。このことは皆様にご協力いただいたブラインドテストで実証しました。ブラインドテストでは周波数特性と歪みがほぼ同じ2台のアンプの音を区別できませんでした。ということは周波数特性と歪み以外は何もないということです。周波数特性は音に関係する最大の要因です。例えばトーンコントロールでバスのつまみを上げると低音が増えて、トレブルを上げると高音が強くなります。パラメータは他にもありますが、それらはすべて周波数特性の変化で説明できます。例えばカとオートの違いは周波数のピークの違いです。位相歪みの影響は周波数特性の山や谷です。スルーレートの違いは周波数特性の広域限界の違いです。キンキンする音、もっさりした音といった音の傾向は低音と高音のバランスで決まります。他にもいろんなパラメータがありますが、周波数特性に現れないパラメータはすべて音に関係しないと考えてください。大きなスピーカーに大型のアンプを組み合わせるのはなぜでしょうかというご質問です。これは見た目のバランスが悪くなるからです。大型スピーカーに小さなアンプを組み合わせると鳴らしきれていないような印象を与えます。これは音楽を楽しむ上で無視できない問題です。値段のバランスもあります。ケーブルにしろアンプにしろ、一部に安いものを使っているとそこが音を悪くしているように感じます。どちらも実際に音を悪くしているわけではない点に注意してください。趣味のアイテムは大きさや値段のバランスが重要です。これに関しては昔からのアドバイスがあります。これらは音に関係しませんが、心穏やかに音楽を聴くために考えないといけない条件です。大口径ウーハーには駆動力の高いアンプが必要でしょうかというご質問です。大口径ウーハーには駆動力の高いアンプを組み合わせないと大きな管制を素早く動かしたり止めたりできないのではないかと心配することがあります。この心配は必要ありません。
大口径のウーファーにはそれに見合った強力な磁気回路がついています。この磁気回路が大きな管制を動かしたり止めたりする力を出しています。ではアンプが何をしているかというと、アンプは音楽信号に比例した電圧を与えているだけです。アンプから見たスピーカーはインピダンスカーブの変動に過ぎません。口径や振動板の管制がどれだけ大きくても何個つながっていても関係ありません。ただしアンプが電圧を与えた時に負荷のインピダンスに追従してちゃんと電流を流せないとうまく駆動できません。その能力を表したのが定格出力です。定格出力の中で使う限りアンプで駆動力が変わることはありません。制動力はアンプの出力インピダンス、つまりダンピングファクターが関係します。アンプの出力インピダンスが0の時に磁気回路が最大の制動力を出します。アンプが振動板を制動するわけではない点に注意してください。ディスクリートは音質がいいというご意見です。ディスクリートというのは単体の電子部品で回路を組むことです。ディスクリートで性能を差別化できたのは昔の話です。昔は性能を追求するとディスクリートで組むしかありませんでした。現代のオペアンプの性能はディスクリートを超えています。わざわざディスクリートで回路を作るメリットはほとんどなくなっています。ではオペアンプ1個で済むところをわざわざ複雑な回路で構成するのは意味がないかというとそうではありません。趣味の世界では無意味な贅沢が商品の価値です。計測器より人間の感覚の方が上ですよというご意見です。音を聞き分ける能力は計測器の方が圧倒的に上です。人間の耳は計測器に比べると悲しいほど低スペックです。聴覚限界を超える変化に誰も気がつきません。このことは過去のブラインドテストで確認済みです。聞こえ方も安定しません。全く同じ音なのに日によって聞こえ方が違います。さらに人間が聞く音は心理効果による錯覚が含まれています。心理効果というのは見た目や値段、ブランドによって音が変わって聞こえる効果です。これによって違いがないものが違って聞こえたり、高級ブランドの商品が素晴らしい音に聞こえます。計測器には心理効果がありません。これは私たちに真実を見せる道具です。オーディオの世界は長い間心理効果による錯覚に支配されてきました。真実は正しい選択や行動をするために必要な情報です。オーディオはそんな単純ではない、もっと奥が深いんですよというご意見です。オーディオ機器の音の違いは周波数特性と歪みの違いです。とても単純です。単純なものが複雑で奥深いものに見えるのは心理効果による錯覚が原因です。例えばマッキントッシュの音は昔から定評があります。ところがマッキントッシュを測定しても何も見つかりません。測定に現れないのは測定器が人間の耳に劣るからではなくて、マッキントッシュの音というものが存在しないからです。マッキントッシュの音の評判は錯覚です。ではそのような商品に意味がないかというとそうではありません。心理効果は趣味のオーディオで音楽の感動を高めるために必要な効果です。ご視聴ありがとうございました。